5 Moving Sign. Like most people everywhere, I'm not a millionaire. But what'll shock the Western world is I don't even care. And it's the only way to go. And it's the only dream I know. I'm contented just to be uncomplicated me. So don't dig any deeper. What you get is what you see. And I'm the only man you'll find who likes nothing on his mind. 3 cheers, hand me a beer. Why, thank you. Watch my dreams become real. Contented just to be uncomplicated me. So don't dig any deeper. What you get is what you see. And I'm the only man you'll find who likes nothing on his mind. The only way to go. こんばんは。いかがお過ごしでいらっしゃいますか？サリュートトゥジャック・レモンと題しまして、今日から5夜にわたってお届けしてまいります第22回目のシネマフェスティバル。今回はジャック・レモンの魅力を余すところなくたっぷりとお楽しみいただこうと思いますが、まずオープニングの今夜は AFI の栄養賞の授賞式のそのパーティーの模様をご覧いただくわけなんですが、この AFI の栄養賞と申しますのはアメリカフィルム協会が毎年1回、このフィルムの世界で本当に素晴らしい実績を残した人に対して贈る賞でございまして、1973年第1回目の賞がジョン・フォード監督に贈られて以来、数々の監督そしてスターたちがこの賞を受けているわけでございます。監督ではウィリアム・ワイラーですとかヒッチコック監督なんかも受けています。スターではヘンリー・フォンダ、ベティ・デイビス、ジェームス・スチュアート、こういった人たちが受けているんですが、過去関西テレビでは、数々の受賞パーティーの模様もお届けしてまいりました。第9回目のフレッド・アステア、13回目のジーン・ケリー、そして14回目のビリー・ワイルダー監督と、こういった人たちの、授賞式のシーン、そして、その代表作をご覧いただいてきたわけです。こういった企画は、日本広しといえどもこの関西テレビだけじゃないかななんて思うんですが、さて今回は1988年度第16回目の AFI の栄誉賞を受賞したジャック・レモンのそのパーティーの模様を今夜はお届けするわけでございます。お客様をお迎えしております。シネマフェスティバルでもおなじみのこの方でございます。映画評論家の河野元彦さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。というわけで、栄誉賞を今回ジャック・レモンが受けたということで、そうですね、当然という感じもしますけれどもね、彼ぐらい世界中の人から愛されているというかね、慕われているスターも少ないですからね。そのフィルムというか映画にはもうすごいファンがたくさんいるんですけれども、実生活の彼のファンというか、もうすごく素晴らしい人だというのはなんか定評がありますね。そうですね、やっぱりあったかみのあっていい家庭人でありいい市民であるというね、非常に模範的な人じゃないか、男性じゃないかなと思いますけれどもね。なるほどね。彼がその映画俳優としてのキャリアを確立したのはビリー・ワイルダー監督のおかげということがね言われてますけれども、そのビリー・ワイルダーと本当にたくさんの仕事をしたんですけどね、ビリー・ワイルダーはね、幸福っていうのは彼と一緒に仕事をすることを幸福って言うんだと。彼というのはジャック・レモン。ジャック・レモンと一緒に。要するにジャック・レモンとさえ仕事してればもう楽しいと、幸せであると、こういうふうに言ってるわけなんですね。それでビリー・ワイルダー監督がたくさんジャック・レモンの作品をね監督なさってるのかもしれませんね。そうなんですね。とにかくジャック・レモンという人はね、チャーリー・チャップリンっていうのはすごくおかしいわけでしょ。それからケイリー・グラントっていう人がいるんですが、ケイリー・グラントはすごくセクシーだし、2枚目だし都会的でしゃれてる。この2人の魅力を合わせて2で割ったのがジャック・レモンだっていうふうに言ってるんですね。なるほどね。そのくらいね、最高の賛辞を捧げてるわけですけれどもね。彼の喜劇的な演技っていうのは定評がありますけれども、シリアスなものでも非常に名演をたくさん残してらっしゃる。そうですよね。ビリー・ワイルダーの監督だけじゃなくて、ブレイク・エドワーズっていう人がいるんですが、この人が作った「酒とバラの日々」っていうのが
1962年の映画なんですけども、これの時にですね、彼がそのアルコール依存症のね、すごいシリアスな芝居をしたわけですよね。この映画は今回ご覧いただけますのでね、そうですよね、ぜひ楽しみにしておいていただきたいと思いますが、それからね、マイハートマイラブっていうのもやったんでしょ。これ以前にね、関西テレビでやりましたよね。放送しました。あれなんかも僕は大好きな映画なんですけれども、ちょっとシリアスなテーマなんだけども、彼がやってるからなんとなくこう救われてるというかね、そのユーモラスな面もあって、もう死んでしまうという役なんですけれども、見ててとっても彼じゃないとね、ああいうものはできなかったんじゃないかなと思いますね。それからミッシングっていうのがあるんですけども、これとかそれからチャイナシンドロームっていうのは割合シリアスな中でもちょっと硬派の映画ですよね。どっちかというと監督も硬派ですし、なんとなくこうテーマもそうですしね、ですからそういうものもこう社会的なものも彼はやるようになったっていうことでは、すごくこうレンジの広い人じゃないかなと思いますけどね。なるほどね。この後のパーティーの模様では本当にたくさんのスターたちや監督さんたちが彼に賛辞を送っているというか、その人となりキャリアについていろいろとお話ししてらっしゃるわけですけれども、これ見てるだけでね、彼の人となりが分かりますからね。そうですよね。で本当に今や偉大なスターなんですけれども、彼にも非常に辛い下積み時代があったそうですね。そうですね。とにかくね、5年間で400本のね、テレビ番組に出まくったっていうんですからねそれだけ主役じゃなくて、どこに出てたか分かんないぐらいの役だったんでしょうけども、出ていたわけですよね。で一番最初に彼が出たのが「It Should Happen to You」っていうジュディ・ホリデーのね、その当時ではジュディ・ホリデーの方がずっと有名な役者だったんですけれども、その主演女優と付き合ったのが最初の出世のきっかけになったわけですね。なるほどね。ジョージ・キューカーの監督した映画なんですけど、これが日本に来てないんですね。そうですか。それでこの「It Should Happen to You」っていうのはコロンビア映画で、それでコロンビア映画と契約したんですけれども、なんかコロンビアはね、あんまり彼をねうまく使わなかったんです。それでワーナー・ブラザーズが借りに来まして、ミスター・ロバーツを作ったんですよ。これはね、以前お届けしましたけれども、これが1956年のアカデミー助演男優賞っていうんですか、これを取ったわけですね。そうですか。でそのアカデミーの助演男優賞から今度主演男優賞になるまで結構道のりがあったようです。あったんですね。56年に取ってから延々と取れなくてね、なんと1973年になって初めて「セーブ・ザ・タイガー」という、これもちょっとね破産してしまうこう洋服作ってるとこの工場長みたいな人の話なんですけども、ちょっとシリアスなねストレートなもの、これでアカデミー主演男優賞を取ってます。そうですか。というジャック・レモンの魅力を今日から5夜にわたってお届けしていくわけなんですが、さあ今回のシネフェスの見どころ、まず今夜の受賞パーティーの模様、これジュリー・アンドリュースが司会をしてるんです。そうなんですね。ちょっと意外な気がするんですね。要するに酒とバラの日々を作った監督のブレイク・エドワーズの奥さんがジュリー・アンドリュースでしょ。でこのジュリー・アンドリュースとこのブレイク・エドワーズと3人でね、That's Life っていう映画を撮ってるんです。これがね実は来てるといいんですけど、日本にまだ公開されてなくてね、そういういろんな縁があって、ジュリー・アンドリュースさんが解説というか総合司会みたいなことをやってると思うんですけどもね。そして明日の夜はお熱いのがお好きでございます。そうですね。これはねやっぱり彼が女装して出たっていうことでね、初めグレンフォードとかいろんな人がやることになってたのが、みんな降りちゃってね、シナリオ読んだだけでも僕は嫌だっていう人が多かったのが、もうジャック・レモンが「えい!」って勇気を出してやったわけですから、それで成功してしまって、見てて決して恥ずかしくないわけでしょ。生理的にも嫌じゃないし、それはね白黒で撮ってるってせいもあるんですけれどもね、ちゃんとビリー・ワイルドはそこら辺も考えて、あれちょっとカラーで見た方がいいんじゃないかという、白黒で撮ったんじゃないかと思うんですけども、とにかくマリリン・モンローが出てますしね、そういう意味の見どころがいっぱいある、お楽しみいただける作品ですよね。そしてその後がフロントページでございます。これはねなんと3回も映画化されてるんですよね。一番初めが1931年の「犯罪都市」っていう映画なんです。割合になんていうか
こうシリアスとかこう暴力絵が出てきたりなんかしてたんですけども、今度はね、このフロントページっていうのはすごくこう軽く、コメディタッチでできてて、キャロル・バーネットなんかも出てきますしね、ウォルター・マッソーとのね、コンビも絶妙ですね。今度やる4本の中ではウォルター・マッソーこれだけですよね。もうぜひこれはねしっかり見ていただきたいと思いますけどね。そしてその次が酒とバラの日々。これがさっきから話に出ている1962年の彼が初めてシリアスな演技をやってみせたという、それでこれは音楽のヘンリー・マシーンの主題歌もね、すごく有名ですよね。むしろ主題歌の方が有名じゃないかなと思うぐらい、よく歌われてますけれどもね。そして第5夜最後の日があなただけこんばんはというわけで、これがイルマ・ラドゥースっていうフランスの芝居っていうかミュージカルをブロードウェイに持ってきて、それをまた映画化したっていうものなんですね。ですからすごく洗練されたこう遮奪な味がありますよね。でもジャック・レモンがねこれだけ熱演してる映画っていうのはね、珍しいと言われてるんですね。シャーリー・マクレンとのコンビもねとても素敵でございますね。というわけで、第5夜までこういったラインナップでお届けするわけでございます。さてジャック・レモン最近でもますます頑張っておりまして、マカロニというのは来ましたけれどもね、これはエットレ・スコラっていう監督のアメリカで撮った映画じゃないんですけれどもね、彼はいよいよ国際的にもね活躍するようになったってことでしょうね。なるほどね。最後になんかその本当に彼の人となりを語るというんでしょうか、なんかエピソードがある、ちょっと面白い話があるんですけどもね、彼ほどねその撮影中にね自分のアイデアを出す俳優っていうのは少ないんですって。ここのとここうやりましょうよとかね、このとここっちから僕が出てきてこうやったら面白いとかね、ギャグはこういうのがあるとか、もういろんなこと言ってくれるんですけれども、それで彼ぐらいね簡単にそれをまた引っ込めちゃう人もね少ないって言うんですね。監督が面白くないんじゃないの、やめましょうね、つまんないですねって言うんだ。だからそれだけこう優しさっていうんですかね、柔らかさっていうんですかね、自分の言ってることにこだわらないでパッとこう引っ込めるところも彼らしいと思うんですね。協調性もあるし、なんか本当にスケールの大きな人間っていうところなんでしょうかね。そんなジャック・レモンの魅力の数々を今夜のこの受賞パーティーの模様ではいろんな人たちが語ってくれます。そちらの方もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。5夜連続でお届けしてまいります。サリュートゥジャック・レモン、どうぞお楽しみに。というわけで今夜はお客様に映画評論家の河野元彦さんにお越しいただきました。どうも本当にありがとうございました。それでは AFI の授賞式の模様、どうぞたっぷりお楽しみくださいませ。Tonight, members of the motion picture and television community have gathered for the presentation of the American Film Institute Life Achievement Award, the highest honor for a career in film.
Ladies and gentlemen, the recipient of the 16th Annual Life Achievement Award, Mr. Jack Lemmon. From the Beverly Hilton Hotel, the 16th Annual American Film Institute Life Achievement Award, a salute to Jack Lemmon. Ladies and gentlemen, your host, Julie Andrews. Jack Lemmon was born in an elevator. His mother, it seems, was in possession of a particularly promising bridge hand at the time she went into labor and was absolutely determined to play it out. So John Euler Lemmon III made his first entrance between the 5th and 6th floors of Boston's Wellesley Newton Hospital. He tends to do things like that. At the age of 4, he made his next big entrance in an amateur production of There's Gold in Them Thar Hills, uttering the immortal line, "Hark, I hear a pistol shot." From that moment, Jack knew he was an actor. At Harvard, he wrote a musical review with a song entitled, "The Bottom's Fallen Out of Everything But You." He almost flunked out of that esteemed university, but graduated by the skin of his teeth, and he moved to New York, where he tried to save rent money by sleeping in an abandoned building. It was destroyed by a wrecking ball the next morning. He was fired from his position as a restaurant quality checker for rating everyone as excellent. And he got his first television audition by claiming to be a member of Dublin's famed Abbey Players. The producer told him he'd seen a performance of his the week before, and he was about as Irish as Eddie Cantor. How on earth he ever got here tonight, I will never know. Or rather, I do, because I watched him on film, and I've known him as a friend, and I've been fortunate enough to work with him. The film was That's Life, and it was the product of what can truly be called a family affair. I played Jack's wife. It was directed by my husband, shot in our house, and featured our daughters playing Jack's and my daughters, Jack's son playing our son, and Felicia Farr, who also happens to be Jack's real wife, in the role of a local fortune teller. Now, since this wasn't quite confusing enough, Blake decided that the whole film should be improvised as we went along. I remember showing up on the set, which meant walking downstairs to our living room, for our first day shooting, and I thought, oh, what a lark this is all going to be. We worked all morning getting things ready, tossing things in and out, and trying this and that, and questioning and tormenting over every detail, and then finally it was time. The cameras rolled, and suddenly there he was, Jack Lemmon. He walked through the door and began to speak. He kissed me hello and talked. He sat at the piano and talked. He moved up the stairs and talked. He changed his clothes and talked, and all the while I kept thinking, oh, dear God, don't let him stop talking, because then it will be my turn. And happily, he never did. Jack is a consummate professional and a brilliant performer, and I am so glad that he's being recognized tonight. Jack Lemmon spent the first few years of his career learning and developing his craft in any venue he could possibly find. He appeared both off and on Broadway, on radio, and in over 400 live television programs. He was the host of
Tony Twin Time, inviting the viewers to guess which twin has the Tony. And then came the films. From his first moment on screen in a short feature produced by one of the most revered and influential organizations in this country, it was clear that Jack Lemmon was destined for greatness. Bartender, double rye, please. Now with another woman, I'll fix his wagon. Even Mike can see that this girl means trouble. And now, heaven for Betsy. It's after dinner as we join the Bells, and Pete has just been struck by a thought. I must say, you really know how to show a guy a good time, Maestro, when you take him out. You can kiss me if you want to. No more. I don't want you to get the wrong impression. Thanks again for a lovely evening. Bye-bye. Oh, no, maybe you're the one that's... Just once. Every so often, something really gets my goat, and this is one. To think I actually know a grown-up, civilized woman who can take a hard-earned cash that might do some good for her or somebody, just take it and throw it away on a nonsense. As though it were garbage. You hear me ask you what you do with your money? Oh, don't bother. I haven't even got any. All I did is happen to meet you in the park by accident. So I don't see where that gives you the right to tell me off. Correct. And furthermore, different people do different things that may seem crazy to other different people. That doesn't make it. Correct. And furthermore, do me a favor and butt out. Oh, would you please do me a favor? Like what? Like you remember my name? Sure. What? Pete Shepard. Well, do me a favor and forget it. Oh. So is it still on for Friday lunch? Certainly. Thank you very much. Don't mention it. Who's that? Who's that officer? You boy! Yes, you. Come here. Are you one of my officers? Yes, sir. What's your name again? Ensign Pulver, sir. Well, I'm glad to see there's someone aboard this vessel knows how to salute. Pulver. How is it I don't see you around much, Pulver? Often wondered the same thing myself, sir. What's your job, Pulver? Officer in charge of laundry and morale, sir. How long have you been aboard, Pulver? $14 months, sir. 14 months? Oh, spend most of your time in the laundry, huh? Well, yes, sir. Most of the time. Yes, sir. Well, you do a very good job, Pulver. Thank you, sir. Except for one thing. Sir? I don't like starch in my pajamas. You'll watch out for that, won't you, Pulver? Oh, yes, sir. Fine. Well, you're doing very good work, Pulver. Yeah, you must come to my cabin sometime and have dinner.川崎製鉄
崎製鉄。あ、電話さん。ええねん。テレメッセージの数出しくんや。数字を暗号にしてるんや。なんて言うてんの？文福の正体はタヌキやて。一層お安くなりました。テレメッセージ。本屋で見つけたあのメガネ、電車で見つけたあのメガネ、テレビで見つけたあのメガネ、ディスコで見つけたあのメガネ。この CM のポイントです。欲しかったあのメガネがさらに安い。メガネスーパー。カレーマルシェ。美味しいヨーロッパを召し上がれ。ボナペティavecカレーマルシェ。ハウスカレーマルシェ、シチューマルシェも新発売。行ってきます。行ってきます。行ってきます。やっぱりみんな一緒がいいね。今が食べ頃、淡路島。好きやね、好きやね、二丁。好きやけど夢やね。うまい、うまい。わしのがないかそうだ。好きやね。なんだこりゃ。なんだこりゃからモードが始まる。大阪モード学院。I'm going to disappear here for a while and turn the stage over to someone who so far has been a bit luckier than I. He's gotten to work 6 times with Jack. And when asked to describe him, Jack once said, he is difficult, impossible, infuriating, or in other words, the best actor I have ever worked with. Ladies and gentlemen, Mr. Walter Matthau. A man walks into the Carnegie Delicatessen. He turns to the waiter and he says, "Can I have a fried shrimp sandwich and a chocolate frap?"